テスラ株がたったの1週間で$40以上も急落しました。その背景には、イーロン・マスクさんとトランプ大統領との間で起きた EV 補助金をめぐる激しい対立がありました。さらに今週6月12日にはロボタクシーのスタートが控えています。今、テスラを取り巻く環境は大きな転換期を迎えています。おはようございます。ケンです。今回の動画では先週1週間のテスラニュースを総まとめし、テスラオーナーや投資家の皆さんが今知っておくべきことに絞ってお届けします。株価の動き、各国の販売データ、ロボタクシーの進展、そしてイーロン・マスクさんの発言の真意まで、6月に入ってからの流れがしっかりとつかめると思います。ぜひ最後までご覧ください。では、第1章として、イーロン・マスクさんとトランプさんの対立、こちらから見ていきたいと思います。先週最も注目された話題の一つが、このイーロン・マスクさんとトランプさんとの対立です。きっかけはトランプ政権が打ち出したOne Big Beautiful Bill と呼ばれる大型法案。この法案には EV 補助金の撤廃や再生可能エネルギーへの支援削減が含まれていて、業界全体に大きなインパクトを与える内容となっています。この法案に対してイーロン・マスクさんは X で嫌悪すべき怪物だと強い言葉で反発しました。さらにはキル・ザ・ビル、その法案を潰せと投稿し、強い政治的スタンスを明確にしました。一方でイーロン・マスクさんは以前からテスラは補助金なしでも競争できると発言してきました。ではなぜ今回に限って補助金削減にここまで強く反対したのでしょうか。こちらに関してはこの動画で解説しましたので、ぜひこの動画をご覧ください。そしてこの発言に対してトランプ大統領は非常に失望しているとコメント。これまで比較的近しい関係にあった2人の間に明確な政治的な距離が生まれたことが明らかになりました。SNS 上では両者の支持者による激しい議論も展開されていて、この対立は今後の EV 業界や政策にも影響を与える可能性があります。では次に株価の行方を見ていきたいと思います。今週のテスラ株はほんの数日で$40以上も下落しました。6月初旬には$351付近まで上昇していた株価が6月の第1週は最終的に$295まで下落しております。この急落の最大の要因と見られているのが先ほどのイーロン・マスクさんによるキル・ザ・ビル発言です。政治的な対立が強まる中で EV 補助金の削減が現実味を帯びてきたということで市場に不安が広がりました。そしてもう一つ注目すべきはテクニカル分析の観点です。6月上旬の株価は一時重要なレジスタンスである351から$352というところを突破したんですが、週末にはその水準を維持できずに大きく反落しています。こうした動きから短期的には上昇トレンドにブレーキがかかったと見る投資家が増えてきました。テクニカル指標である RSI は現在61、過熱感はないものの出来高が平均を下回っていて調整局面の兆しとも言われています。さらにファンダメンタルズの面でも投資家の見方は分かれています。テスラの現在の PER はおよそ193倍、利益に対して株価が非常に高く割高だと考える向きもあります。また DCF、つまり将来のキャッシュフローから割り出す理論株価ではテスラ株は約$51とされています。現在の株価との乖離が非常に大きく成長を織り込みすぎているのではないかという懸念も根強くあります。とはいえ、すべてのアナリストが悲観的というわけではありません。ウェドブッシュ証券はテスラの目標株価を$550に引き上げ、モルガン・スタンレーのアダム・ジョナスさんはロボタクシーの実用化を前提とすれば最大で$800まで上昇する可能性があると指摘しています。つまり、今の株価は不安と期待が交差する位置にあるということになります。投資家としては短期の値動きに振り回されずに中長期の視点で見ることがますます重要になってきています。では次にテスラの株価や将来性を判断する上でやはり気になってくるのが世界各国での販売実績です。今週はヨーロッパ、中国、日本、そしてオーストラリアの販売データが明らかになりました。まずはヨーロッパから見ていきましょう。スウェーデンでは5月の販売台数が503台と前年同月と比べるとおよそ54% も減少しました。
フランスでも販売台数は721台で、なんと前年比67% の減です。過去3年間で最低の水準になっています。一方、ノルウェーでは2600台と前年の2倍以上の販売を記録しています。この数字から見えるのは、国ごとの経済環境や政策、そしてテスラへの期待値の違いです。ヨーロッパ全体では EV への関心が高い一方で、経済の減速や補助金の変更が販売に影響を与えていることが読み取れます。次に中国を見ていきましょう。中国のテスラ車は5月に72,573台販売されましたが、これは前年同月比では約 6.6% の減少。国内販売は62,167台、輸出は1406台となっております。モデル Y の新型も投入されましたが、販売の下支えにはなっていない状況です。中国市場は世界最大の EV 市場ですが、競争も激化しています。BYD など中国メーカーが強く、価格競争や性能比較で苦戦する場面も増えています。では、日本ではどうでしょうか。5月のテスラの販売台数は約700台とされており、市場シェアは 0.4% です。しかし、BEV 市場だけを見ると、シェアは 24.8% に達していて、かなりの存在感を見せています。特に注目すべきは、前年比プラス 29%、前年同月比57%、そして年初来で 60% という成長率です。これは徐々にテスラが日本市場でも受け入れられ始めている兆候と見ていいでしょう。では最後にオーストラリアを見ていきます。こちらでは5月の販売台数が3897台と過去3年で最も多い月となりました。特にモデル Y が好調で全体の約9割を占める3580台を記録しています。リフレッシュ版のモデル Y の納車が始まったことが大きな追い風になっています。このようにテスラの販売実績は地域によって大きく差がありますが、世界全体で見ると依然として強いブランド力と一定の成長を維持しているということがわかるのではないでしょうか。そして今、テスラにとって最大の注目トピックの一つがロボタクシーです。イーロン・マスクさんはこれまでも自動運転による無人タクシーサービスの構想を何度も語ってきました。そしてついに6月12日に人生最大のプロジェクト発表が予定されていて、ロボタクシーの正式発表が行われると見られています。すでにアメリカカリフォルニア州では、テスラのロボタクシーと見られる車両が公道を走行している様子が目撃されていて、実証段階に入った可能性が高まっています。また5月末にはテスラロボタクシーという商標を再申請したことも報じられました。以前はロボタクシーやサイバーキャブという名称が却下されてしまいましたが、今回はブランド名テスラを冠することで承認を狙っているようです。さらにインド市場でも動きがありました。テスラはリンクドイン上で FSD やオートパイロットのテストドライバーを現地で募集しています。これは将来的にインド市場でも自動運転機能の展開を視野に入れている証拠だと考えられます。ただし順風満帆というわけではありません。FSD に関してはクラッシュデータの公開が進んだ場合、財務的な損害を被る可能性があるとテスラ自身が SEC に報告しています。これは今後の法的リスクや企業イメージへの影響を考慮しての対応だと見られています。また、ライバルメーカーがテスラオーナー向けのキャンペーンを展開しているという報道もあります。イーロン・マスクさんへの批判的な空気を利用し、ブランドの乗り換えを促す動きが出てきていると言えます。とはいえ、自動運転の実現はテスラのビジネスモデルを根本から変える可能性を持っています。もし完全自動運転のロボタクシーが実用化されれば、テスラは単なる自動車メーカーからモビリティサービス企業へと大きく進化することになります。ではそういったことを踏まえて、いよいよ今週6月12日にロボタクシーが開始していきます。これが今年最大の目玉と言ってもいいと思いますし、これからのテスラを大きく変える出来事になる可能性も非常に高いです。そのため投資家、業界関係者、そしてテスラオーナーの間では期待と緊張が入り混じった空気が広がっています。ロボタクシーが正式に発表され、近い将来実用化されるとなれば、テスラのビジネスモデルは大きく変わります。
これまで車を販売する会社から車でサービスを提供する会社へと進化することになるからです。もし FSD が法的にも技術的にもクリアされ、都市部での無人運転が実現されれば、テスラは自社の車を使って走る資産を生み出すことになります。これは車の価値を所有から収益化へと変える非常に革新的な展開です。当然こうした可能性が現実のものとなれば、テスラ株にも追い風になると思います。事実、モルガン・スタンレーのアナリストアダム・ジョナスさんは、ロボタクシーを前提とした場合、テスラの目標株価を最大$800にまで引き上げる可能性があると述べています。一方で、テクノロジーとしての信頼性、交通法規との整合性、そして倫理面での課題など、乗り越えるべきハードルも少なくありません。今週の発表がテスラの未来を左右する重要な節目となるのか、それともまだ期待だけが先行するのか、世界中がその瞬間を見守っています。はい、ということで先週のニュースを振り返ってみますと、大きな転換点に立っていることが改めて感じられます。イーロン・マスクさんが真っ向からトランプ政権の法案に反対したことで、テスラと政治の関係が再び注目を集めました。その影響でテスラ株は一時大きく下落し、投資家心理にも緊張が走っています。一方で、ロボタクシー関連の動きは確実に進んでいます。実証走行、商標再申請、各国での準備、すべては6月12日に向けて整いつつあります。世界各地での販売動向にも注目が集まりました。ヨーロッパでは苦戦が続く一方で、日本やオーストラリアでは力強い成長が見られ、地域ごとの戦略の違いも浮き彫りになってきます。そして今週いよいよロボタクシーが発表されるその瞬間がやってきます。ここ最近で積み上がった期待不安、そして課題がどのように動くのか要注目と言えるでしょう。はい。ということで、ここまでご視聴していただきありがとうございます。皆さんは先週のニュースの中でどの話題が一番印象に残りましたか？テスラオーナーとして、あるいは投資家としてどう感じられたのか、ぜひコメントで教えていただければと思います。では、本日の内容は以上です。今日のこの動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をお願いします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。僕自身今ネットショップも運営しております。そこではテスラのアクセサリーや環境に考慮した素材であるオーガニックコットンを使った T シャツを販売しています。ぜひ今年の夏の一着としてどうでしょうか。僕も普段使いで着ていますが、着心地もいいですし、品質もいいと思います。ぜひ今年の一着としてどうでしょうか。またデザインも今後増やしていこうと思いますが、リクエストがあれば受付もしていますので、こんな T シャツがあれば着たいっていうのがあればコメントか LINE で教えていただければと思います。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。